アルディーノがなくともステッピングモーターは動く。いつも動画を視聴いただきありがとうございます。プロローグ。ステッピングモータードライバーモジュール HR4988 です。今では 3D プリンターによりすっかりメジャーになりました。アルディーノを使わず A4988 ドライバーとしてこれを使用し NE555 とスイッチを組み合わせてドライブさせてみます。これからそれらの手順や具体的な方法を動画で示します。どうぞご覧ください。その制御回路を使って実例として作ったのがこのトリマーテーブルです。左側面にステッピングモーターとリードスクリューを収納しています。マイクロステップでミリ単位の昇降を実現しています。天板を外した状態です。リードスクリューが見えています。トリマーはミリ単位のビット調整が要求されます。マイクロステップでそれが可能になります。電気回路と構成。全体回路図です。バイポーラステッピングモーターを制御します。動作電圧 12V、 定格電流 0.4A パー走、ステップ角 1.8 度、最大トルク 26Nm です。メイン基板です。多価値性ボックス 50×75×30 に収容します。手元スイッチです。多価値性ボックス 65×100×35 に収容します。機器配置図です。裏表のプリント配線を重ねてみます。裏側のパターン図です。表側です。両方重ねるとこのようになり、交差したところにマチがあります。このパターン図でエッチングを行います。手元スイッチ、ベース面の配置図です。後日不具合を発見し、この回路を追加しました。トリマーテーブルの組み立て図。トリマーテーブルの組み立て図です。机上でも使える卓上型です。高さは 276.5mm、 天板 600×450mm です。この部分に動力源を収容します。左側にはリニアガイドを配置してトリマーカゴをスライドさせます。左側断面図です。天板中心にリードスクリューを配置しています。平面図です。右側にはブロックベアリングで軸受けしてスライダーベアリングを配置しています。天板カバーの加工図です。38ファイと8ファイの2種類作ります。天板の加工図です。最上段は 3mm のアルミ複合板です。その下に 2.5mm プラス 4mm の PLW を敷き込みます。最下段には 12mm の PLW を配置しておのおの図のように穴あけ加工します。
フェンス図です。囚人ボックスを備え 9.5mm T スロットトラックで指示します。前後面に透明円ビータを採用し、前はマグネットキャッチの開閉式です。どうしてもミクロダストが降ってくるので、中箱底には塵受けを設置します。トリマーカゴです。市販のアルミ材で作ります。軸受けガイド図です。軸受け部分の小サイズです。ワークのトラベリング部分を指示する Z 金具です。この部分です。トリマーカゴのヤシ図です。形状が分かりにくいので描いてみました。最後に説明とコンセプト的なことをまとめてみました。この図面内容で制作にかかります。コントロールボックスの構成と組み立て手順。ステッピングモーター 17HS130404S バイポーラ 12V0.4A パーソー、ステップ角 1.8 度です。4芯のケーブルが付属します。詳しい仕様は説明欄をどうぞ。この部分に QI コネクターで接続します。メイン基板です。高圧レギュレーターと XH コネクターが見えます。その上に NE555 基板を2階建てで配置します。丸いのはスペーサーです。ステッピングドライバー A4988 です。ソケットで取り付けます。電解コンデンサ100マイクロファラッドです。A4988 のデータシートによります。このような配置になります。LED 基板です。手元スイッチに配置します。高知製の手元スイッチボックスです。LED3 個とスイッチ4個、押しボタン1個を配置します。このような配置で取り付けます。
残りの基板は予備として1個作り、あとはストックです。高圧レギュレーターの電圧調整。制御電源用高圧レギュレーターの出力電圧を調整します。 NE555 基板の下になるので今調整しておきます。コネクター経由で簡易に電源をつなぎます。現在 11.45V です。精密ドライバーで半固定抵抗を回します。動きがシビアです。5.27V です。このくらいにしておきます。DC アダプターです。電源容量は 12V3A です。モーターが 0.4A パーそうなので十分です。基板とケーブルのセッティング。一通り回路を組み上げました。ケーブルも XH コネクターをつけています。このケースに収容します。ホコリが舞うので密閉型です。基板とケーブルを入れます。基板のクリアは 1mm です。ケーブルを入れます。ケーブル端には細切りのテープを巻いてテンションを防止しています。手元スイッチに行くコネクターです。10芯ケーブルですが、ブルーは余り線で緑はグランドです。リミットケーブルです。これも同様に入れます。リミットスイッチです。小さいので位置調整に手間がかかりそうです。同じようにテンションを防止します。リミットコネクターです。ここにつなぎます。
手元スイッチへの受信ケーブルコネクターです。これでこちら側の準備は完了しました。ステッピングモーターは余ったベーク板に固定して床材に留めます。QI コネクターは外して線を通し、また取り付けます。ここにつなぎます。図面上ではここになります。予備基板です。ユニットとともにストックします。ドライバー A4988 です。あとはこれとコネクターの差し込みのみです。QI コネクターの外し方。 QI コネクターを精密ドライバーで外します。簡単です。この部分に差し込んでベロを浮かせると外れます。こんな感じです。外れました。何回もやっているとベロが壊れます。3回くらいにしましょう。一旦外してケースに通線後、再度差し込みます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。